こんにちは、あつこです。今日は皆さんにおなじみのジブリの映画の名場面を使って楽しく場面描写の練習をしていきましょう。このビデオではステップアップ方式で段階的に描写スキルを学んでいきます。まず最初のステップではシンプルな日本語で場面を描写します。対象レベルは日本語能力試験の N5 から N4 程度です。次に同じ場面を少し詳しく描写していきます。こちらは N3 から N2 レベルを目指しています。最後にこの場面の物語の内容をより深く説明します。ここでは N2 から N1 レベルを目標としています。順番にチャレンジしていただくと自然と表現力が上がり、無理なく実力が身につきます。また、学びたいレベルに集中して取り組むのも良いですね。各描写に入る前に、描写に役立つキーワードを紹介していきます。それらの言葉を使って、実際に場面を描写してみましょう。文章を声に出して読んだり、コメント欄に書き込んだりするのもおすすめです。コメント欄に書かれた文章は、私ができる限り添削しますよ。では、今から少しゆっくりめに読んでいきますので、必要に応じて再生速度を調整してください。目標は 1.5 倍速で理解できるようになることです。画面下の CC 字幕をオンにしてお好みの言語を選択してください。それでは始めましょう。まずは絵をよく見てください。これは私が大好きな映画天空の城ラピュタの印象的なワンシーンです。1、簡単な日本語での描写。N5 から N4 レベル。キーワード。男の子、若い男の人、子供。女の子、若い女の人、子供。抱く、腕で人や物を持つこと。帽子、頭にかぶるもの。びっくりする、驚くこと。目を閉じる、目をつぶるとも言います。眠る、目を閉じて休むこと。三つ編み、三つに分けた紙を編んで作る髪型。空、天。夜、夕方から朝までの暗い時間帯。これらのキーワードを参考に実際に場面の描写をしてみましょう。描写文。男の子が女の子を抱いています。男の子は茶色のベストを着て帽子をかぶっています。男の子はびっくりした顔で女の子を見ています。女の子は目を閉じて眠っているようです。また、女の子は青い服を着て青く光るネックレスをつけています。髪は三つ編みにしています。空は暗く夜のようです。質問タイム。
この描写文をもとに場面についての質問に答えてみましょう。まずはあなたが質問に答えてみてください。その後で私が回答例をお伝えしますね。男の子は何をかぶっていますか？男の子は帽子をかぶっています。男の子はどんな服を着ていますか？男の子は茶色のベストを着ています。男の子はどんな顔で女の子を見ていますか？男の子はびっくりした顔で女の子を見ています。女の子は目をどうしていますか？女の子は目を閉じています。女の子はどんなアクセサリーをつけていますか？女の子はネックレスをつけています。女の子のネックレスはどんな色に光っていますか？女の子のネックレスは青く光っています。女の子はどんな髪型をしていますか？女の子は髪を三つ編みにしています。この場面の時間帯はいつぐらいですか？空が暗いので夕方から夜だと思います。場面の描写に挑戦。では、ここで動画を一時停止し、絵の描写に挑戦してみましょう。私が作成した文は一つの例に過ぎません。ぜひ、あなたの言葉でこの場面を描写してみてください。間違っても大丈夫。コメント欄に書いてくれた文章には、私ができる限り添削しますよ。では、一時停止ボタンを押して、早速あなたの文章を作成してみましょう。2、より詳しく描写。N3 から N2 レベル。次は、より詳しい描写に挑戦していきましょう。ところで、今、ちょっと難しそうだから別のビデオにしようかな、と考えた、そこのあなた。N3 から N2 レベルと聞いても怖がる必要は全くありません。文章を作成するのは少し挑戦かもしれませんが、私の例文を読んでみるだけでもいろいろな表現が学べます。表現力アップのチャンスだと思って、ぜひチャレンジしてみてくださいね。キーワード、白っぽい、白に近い色、または少し白みがかった色。抱きかかえる、
抱くという言葉と抱えるという言葉がくっついたものです。人や物を腕でしっかり支えるように持つこと。驚く、思いがけない出来事にびっくりすること。表情、顔に現れる感情や気持ちの様子。見つめる、じっと見続けること。ワンピース、上下が一つにつながったドレスのような服。海賊王の話ではありません。胸元、胸のあたりやその近くの場所。神秘的、不思議で特別な雰囲気のある様子。輝く、明るく光ること。涙型、涙のような形をしていること。意識、自分や周囲の状況が分かっている状態。背景、人や物の後ろに見える景色や場所。夜空、夜の空。これらのキーワードを参考に実際に絵の描写をしてみましょう。描写文。少年は帽子をかぶり、白っぽいシャツと茶色のベストを着ています。彼は少女を抱きかかえ、驚いた表情で彼女を見つめています。少女は青いワンピースを着ており、髪を三つ編みにして赤いヘアバンドをつけています。少女の胸元には神秘的に輝く青い涙型のネックレスが見えます。少女は目を閉じていて、意識がないか眠っているように見えます。二人の背景には暗い夜空が広がっています。質問タイム。この描写文をもとに場面についての質問に答えてみましょう。まずはあなたが質問に答えてみてください。その後で私が回答例をお伝えしますね。少年の服装を詳しく説明してください。少年は帽子をかぶり、白っぽいシャツと茶色のベストを着ています。少年はどのような表情で何をしていますか？少年は驚いた表情で少女を見つめています。少年は少女をどのように持っていますか？少年は少女を抱きかかえています。少女はどんな髪型でどのような服を着ていますか？少女は髪を三つ編みにして赤いヘアバンドをつけており、青いワンピースを着ています。少女の胸元には何が見えますか？少女の胸元には青いネックレスが見えます。
少女のネックレスはどんな形でどのように見えますか？少女のネックレスは涙型で神秘的に輝いています。少女はどんな様子に見えますか？少女は目を閉じていて意識がないか眠っているように見えます。二人の背景には何が広がっていますか？二人の背景には暗い夜空が広がっています。より詳しい場面の描写に挑戦。では、今から一時停止をして、あなた自身の表現でこの場面を描写してみましょう。自分が書いた文が正しいか知りたい方はコメント欄を利用してね。私ができるだけ添削します。それでは一時停止をして描写または音読を楽しんでみましょう。3、場面のストーリーの説明。N2 から N1 レベル。ここからは、この場面のストーリーを深く説明する N2 から N1 レベルに挑戦してみましょう。ストーリーの説明なんて無理と思ったあなた、わかります。他の楽しいビデオに行きたくなる気持ちも。でも、ここであと少しだけ頑張ってみませんか？私がこれから作る例文を10回読んでみてください。そうすると、不思議と、あれ、私って日本語結構できるかも、と思えるかもしれませんよ。100回読んだら、もうネイティブレベルになっちゃうかも。それでは、まずキーワードを学びましょう。キーワード、名作。時代を超えて評価され、多くの人に認められた優れた作品。運命。人の意志では変えられない自然や超自然的な力によって定められた出来事。印象深い。強く心に残り忘れられない出来事や情景。先祖代々。その人の先祖から何世代にもわたって伝えられてきたこと。受け継がれる。代々引き継がれること。逃亡。危険や追跡から逃げ出すこと。飛行。空を飛ぶこと。飛行船。空を飛ぶ大型の船のような乗り物。飛行石。空を飛べる石。絶体絶命。助かる見込みがなく、逃げ場のない状態。大ピンチ。瞬間。ごく短い一瞬の時間。奇跡。普通では考えられない不思議な出来事や神秘的な現象。宙に浮かぶ。空中に
浮かんでいる状態。偶然、思いがけず起こる出来事や巡り合わせ。秘密、他人に知られていない情報や事実。伝説、昔から語り継がれた事実かどうかわからない話や物語。空中都市、空に浮かんで存在する都市。旅立つ、ある目的地や冒険のために出発すること。次はこれらのキーワードを参考に実際にこの場面のストーリーの説明に挑戦してみましょう。ストーリー説明文。この場面はスタジオジブリの名作天空の城ラピュタで少年パズーが少女シータと運命的に出会う印象深いシーンです。シータは先祖代々受け継がれてきた青い石のネックレスを持っていました。しかしある日、その石を狙う者たちから追われ、逃亡中に飛行船から落下してしまいます。絶体絶命の瞬間、シータの胸元で青く輝いたのは奇跡の力を秘めた飛行石でした。この石の力でシータの体は宙に浮かび、ゆっくりと地上へ降りていきます。その姿を見つけ、彼女を助けたのがパズーでした。この偶然の出会いをきっかけに、二人は飛行石に隠された秘密と伝説の空中都市ラピュタを求めて旅立ちます。質問タイム。では、今の説明文をもとに、この場面についての質問に答えてみましょう。まずは、あなたが答えてみてくださいね。その後で、私からも回答例をお伝えします。パズーとシータが出会ったきっかけは何ですか？シータが飛行船から落下し、飛行石の力でゆっくりと地上に降りてきたところをパズーが見つけて助けたことが二人の出会いのきっかけです。シータが持っている青い石のネックレスにはどのような力がありますか？シータの青い石のネックレスには持っている人を空中で浮かせる不思議な力が秘められています。この石は飛行石と呼ばれています。シータが空から落下したとき、飛行石はどのように彼女を助けましたか？シータが落下した際、飛行石は青く光り、彼女の体を宙に浮かせて、ゆっくりと地上に下ろしました。このおかげで、シータは無事に助かりました。二人が旅を始めた目的は何ですか？
二人は飛行石に隠された秘密と伝説の空中都市ラピュタを探し出すために旅を始めました。シータが追われる身になった理由は何だと思いますか？シータが持っている飛行石はラピュタへの鍵を握っているため、それを手に入れようとする者たちが彼女を追っています。ストーリーの説明に挑戦。では、ここで一時停止をして、この場面のストーリーをまだ映画を見ていない人にも伝わるように説明してみましょう。あなた自身の言葉でこの映画の魅力を伝えるのが目標です。読んだ人がこの映画が見たいと思ったら、あなたの日本語力は相当なものですよ。そうなったらぜひ私に日本語を教えてください。実は私、セールストークがちょっと苦手なんです。それでは一時停止ボタンを押しましょう。今回のビデオはいかがでしたか？皆さんの日本語力をさらに伸ばすためには、どんな教材が役に立つかを考え、このビデオを作成しました。もしお役に立てたなら、これからも同様のビデオをお届けしていこうと思っています。ぜひ感想をコメント欄で教えてくださいね。ちなみに私がジブリで一番好きな映画はこの天空の城ラピュタです。あなたのお気に入りの映画もよければ教えてくださいね。今日も日本語を勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。そしてぜひこのビデオを見ながら一緒に音読してみてくださいね。ただし、周りに人がいないかどうか確認してね。一人で話をしていると少し変に見られちゃうかもしれません。チャンネル登録といいねをいただけるととても励みになります。それでは次のビデオでお会いしましょう。またね。